先頭はワグネリアンダゴール。父との夢、19度目の挑戦で掴んだ涙の勝利。格別でしたね。ダービージョッキーとなり当時の喜びを振り返る福永祐一騎手だが、悔しくて寝れないっていう経験は初めてしましたね。自分に対してね、の不甲斐なさで。栄光の裏には長い苦難の道のりがあった。競馬学校では花の12期生としてデビュー前から多くの注目を集めた福永騎手。1996年にデビューすると1番人気に応えるか福永祐一、1番人気に応えるか2頭並んでいる、かわした8番のマルブツブルベスト、福永祐一だ。福永祐一1着でゴールイン、デビュー戦を飾りました。福永騎手は初騎乗で初勝利を挙げるなどこの年から大活躍。武豊騎手以来となる新人での50勝を達成し注目を集める存在になる。そんな福永騎手の目標はダービージョッキーになること。実は誰よりも強くダービーを勝ちたいという思いがあった。どうでしょうか、元騎手の福永陽一お父さんのことを今考えると何か頭に思い浮かぶもの何かありますか。父福永陽一。それビデオでしか見たことないんですけど、やっぱりいろんな周りの人から話を聞くんですけど、やっぱりそれだけ言ってくれるってことはやっぱり本当にすごい騎手だったんだなと思いますし、父がああいうふうになったから、競馬騎手になるのが怖いとかレースが怖いとかそういう気持ちは全然なくて。福永騎手の父陽一さんは数々の大レースを制し天才と称えられた名騎手。1970年から78年まで9年連続でリーディングを獲得。そんな絶頂期の最中、レース中の落馬事故により下半身不随に引退を余儀なくされた。父が一番勝ちたかったレースがダービーだっていうのはずっと小さい頃から聞いてたんで、で僕自身もやっぱりそこのダービーに対する憧れ思いっていうのはやっぱり強いものありましたし、そういった意味でやっぱり福永家の悲願でしたしね。天才と呼ばれた父でも勝つことができなかった日本ダービー。その夢は息子へと受け継がれたのだ。デビューから3年目、早くも日本ダービーの大舞台で絶好のチャンスが巡ってくる。コンビを組んだのはデビュー以来手綱を取り続けたキングヘイロー。2番人気に支持され優勝も期待された。しかし福永騎手はダービー特有の異様な緊張感に飲まれた。それは初めての経験だったんですよ。初めてそのプレッシャーに押しつぶされて、本当自分を見失っているような状況だったんですね。
スタートしました。綺麗に揃いました。さあ先行争いです。キングヘイロー早めに行きました。あるいは花を奪うかという構えであります。なんと福永祐一、キングヘイローが花に立ちました。図らずもスタート直後から先頭に立ってしまったキングヘイローと福永騎手。そして最後の直線へ。キングヘイローが先頭、星雲スカイが並んできた。キングヘイローが先頭、星雲スカイが並んできた。そして赤い帽子スペシャルウィーク外をついている星雲スカイが先頭だ。キングヘイローはいっぱいになった。折り合いを欠いたキングヘイローは14着と大敗。初めての日本ダービーは苦い思い出となってしまった。その後も日本ダービーに挑戦し続けるも優勝を手にすることはできなかった福永騎手。それでも夢を追い続けた。最高のステータスじゃないですか。誰もが、取りたいレース。やっぱダービージョッキーって言われたいですよね。言われてみたい。福永騎手はダービー制覇という大きな夢を追いかけながら世界の舞台へと活躍の場を広げていく。そんな中テレビ東京はドバイのレースに挑む福永騎手の密着取材を行っていた。当時の貴重な映像をご覧あれ。芝の種類ちゃうからな。早朝コースの状態を誰よりも早くチェック。密集してるしかかりも良さそうや。日本やったらうちがどんだけ荒れてんのかなとか見るけど、はっきり言って荒れてる場所がない。なんかうちの方が軽そうやな。気のせいかな。ホテルに戻るとえらい違う競馬したんやな。同じレースに出走するライバルをチェック。それしてつけると矢印のとこにまあ言ってんな。軽快に勝つためにできる限りの準備をするのが福永流。調べていく、知っていくっていうのは楽しい。いや仕事、勝つための作業。いいイメージを作るにはやっぱり情報がなかったら何も作れないでしょ。どういう馬がどういう競馬するかとかいうのが最低限入ってないとイメージができないんですよ。レースがどんな風になるかとか。だからこういう情報を入れていってイメージを作っていくっていう作業は必要ですよ。海外に挑戦するのも自らを鍛えるため。そんな福永騎手の休日は当時まだ独身だった福永騎手のご自宅にも潜入。空いた時間は何をしているのかと尋ねると見れるわけじゃない。こんなん見て、まあ今週乗る馬なんかでもこうやって見て、こうした日々の努力が実を結びデビューから16年目にして初めて全国リーディングを獲得。そして初挑戦から14回目の日本ダービー。本当に僕は勝つことができたレースだったと今でも思ってるんですけど。そう語る福永騎手がコンビを組んだのはエピファネイア。エピファネイアの母はシーザリオン。福永騎手とともに
日本馬として初めてアメリカの G1 を制した名牝。血統的にも申し分ないエピファネイアと挑むダービーは福永騎手にとって最も優勝を意識したレースだった。80回目節目のダービー、ゲートイン完了、スタートしました。ほぼ揃ったスタートを切りました。先行争い、何がいくでしょうか。アポロソニックをしています。外からは12番サムソンズプライド、やはりこの2頭が行きます。この2頭が行って、外からはペプチドアマゾン押して上がっていきました。早くもロゴタイプが4番手を追走。ロゴタイプ4番手で1コーナーのカーブ。このチャンスをつかみ取りたい。福永騎手の手綱を握る手に力が入る。そして最後の直線、アポロソニックが先頭、外からはペプチドアマゾン、そしてロゴタイプがやってくる。メイケーピカスター内で待っている。さらにはエピファネイア、その外を通っては2番のコディーノが上がってきた。2番のコディーノ上がってきた。エピファネイア、ロゴタイプ、そして間を通ってペプチドアマゾン、そして大外を通って一気に絆が来た。一気に絆が来た。先頭はさあエピファネイアか絆がこれをかわした。絆優勝、武豊ここにあり。ゴールまであと一歩のところで最大のチャンスをつかみ取ることはできなかった。悔しくて寝れないっていう経験は初めてしましたね。もう本当の自分の力不足で負けたっていう言い切れるレースだったんで。実は道中行きたがるエピファネイアをコントロールできず落馬寸前に。これがゴール前での敗因につながったと福永騎手は言う。もう騎手を辞めたいと思うほどの思いをしたのがやっぱりエピファネイアでのダービーでしたし。騎手を引退することが頭によぎるほど失意の底にいた福永騎手。しかし父との夢、父が成し得なかった日本ダービー制覇を絶対に諦めることはできない。敗因を自身に求め一から肉体改造を行った。そして迎えた2018年、ここまで日本ダービーは18敗。19回目の挑戦でまたがったのは5番人気のワグネリアン。そしてこれが父との夢を叶える男泣きレースとなる。日本ダービーゲートイン完了、スタートしました。18頭がまず飛び出していきました。ダノンプレミアム内で好スタート。帝王エナジーが行く。真ん中からエポカ道路、皐月賞馬エポカ道路が行きます。ダノンプレミアムも内から負けていません。外からは16番のジェネラレウーノ、そして帝王エナジーがその後ろに控えました。あとは混戦模様、外からワグネリアン、早めの競馬です。エポカ道路が先頭です。エポカ道路が先頭、そして2番手グループが一気に固まってきました。ダービーポジション、4コーナーのカーブから直線コースに向いてきます。外から7番のコズミックフォースが上がって4コーナーカーブ直線コースに向きました。最内をついて1番のダノンプレミアム、外からワグネリアンが一気に襲いかかってくる。さらにその外を通ってゴーフォーザサミット、前は並んだ。そして狭いところから1番のダノンプレミアム、前は激戦になる。あとは横一線に広がっている。さあどこが伸びてくるのか。内でエポカ道路に直しを使う。そして外からワグネリアン、間1番のダノンプレミアムは苦しいか。そして外からブラストワンピース、さらに14番のエタリオを突っ込んできた。先頭はワグネリアンだ。ゴールイン
福永祐一がついにダービーを制覇。実に19回目での挑戦で掴んだ日本ダービー制覇は、父が果たせなかった夢を叶えた男泣きレースとなった。見事平成最後の日本ダービーをワグネリアンで制覇しました福永祐一騎手です。19回目のチャレンジでした。初制覇、今のお気持ちお聞かせください。こんなにいいもんだとは思わなかったです。はい、夢には見てましたけど、これがダービー勝ったジョッキーの景色なんだなっていうのは、噛み締めて帰ってきました。はい、お父様陽一さんにも嬉しい報告ができますね。そうですね、福永陽一の息子として僕はこの世界に入ってきて、ようやく、父に誇れるいい報告ができるなと、親父が、この景色をずっとね、見たかったんだと思うと、親父の代わりにしっかりと目に焼き付けました。それでは最後にダービージョッキーになりましたファンの皆さんに一言お願いします。そうですね、福永家としてもダービージョッキー取れたっていうのが本当に良かったです。ありがとうございました。見事日本ダービー初制覇福永祐一騎手でした。皆さん大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。